こんにちは、あみあみパフです。今回はこちらのビスチェを編んでみました。ネット編みと長編みを繰り返して編んでいくだけなので、とても簡単に編むことができます。お好きな糸で編んでみてください。それでは本編スタートです。まずはフロットンで4の倍数プラス1目で作り目を作っていきます。左手に糸をセットして8号針で編み進めます。下から糸を押し合ってぐるりと半時計回りに回し、糸をかけ引き出し、引き締めて作り目の完成です。4の倍数プラス1目で編み進めていきます。針に糸をかけて引き出す。これで鎖が1つ編めました。引き出す、引き出す。このように好きな長さになるまで鎖編みを編み進めていきます。全部で169目分編んできました。長さは全部で76センチあります。2段目を編んでいくにつれて少しずつ伸びていくので、気持ち短めで作るとぴったりのサイズで編むことができます。数えやすいように12目おきにマーカーをつけていますが、皆さんはつけなくても大丈夫です。では1段目を編んでいきます。まずは鎖1目で立ち上がり、隣の鎖の裏山に細編みを編んでいきます。裏山とは鎖をひっくり返した時に見えるポコポコした山のことを言います。それでは1、2個目の鎖の裏山、こちらに針を通して細編みを編みます。針をかけ糸を引き出し2ループ引き抜く。これで細編みを編むことができました。細編みの最初の目にはマーカーをつけておきます。続いて鎖を5目編みます。1、2、3、4、5目。鎖を5目編むことができたら次は1、2、3、4個目。4個目の鎖に細編みを編みます。1、2、3、4個目の鎖の裏山に針を通して糸をかけ引き出し2ループ引き抜く。これで模様を1つ編むことができました。これを繰り返して編んでいきます。まずは鎖を5目。1、2、3、4、5。5目編むことができたら1、2、3、4。4個目の鎖の裏山に針を通して細編みです。これで模様が2つできました。同じように続けて編んでいきます。1、2、3、4、5目鎖を編んだら1、2、3、4、4個目の鎖の裏山に針を通して細編みを編みます。これを繰り返して端まで編み進めていきます。端まで模様を編み進めてきました。細編みを編んで鎖を5目。1、2、3、4、5目。鎖を5目編めたら1、2、3、4。4個目、一番端っこの鎖編みの裏山に針を通して細編み。これで1段目が完成しました。次は2段目です。まずは鎖2目で立ち上がります。1、2。鎖2目で立ち上がったら生地をひっくり返します。ひっくり返したら鎖を2目。1、2。鎖を2目編んだら次はこの空間内に針を刺して細編みです。最初の立ち上がり目にマーカーをつけておきます。次は鎖を5目編みます。1、2、3、4、5。鎖を5目編むことができたら次は隣の空間内にまた針を刺して細編みを編みます。そして鎖を5目。1、2、3、4、5。鎖を5目編むことができたらまた隣の空間内に針を刺して細編みです。そして
鎖を5目。1、2、3、4、5。次は隣の空間内に針を刺して細編みです。これを繰り返して2段目を編んでいきます。端まで2段目を編んできました。今最後の空間内に細編みを編み入れたところです。次は鎖を2目。そしてマーカーのついている目に長編みを編み、2段目を完成させます。まずはマーカーを外して、針に糸をかけて、マーカーのついていた目に針を刺し、糸をかけ引き出して、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで長編みが完成しました。次は3段目です。鎖1目で立ち上がって、編み地をひっくり返します。編み地をひっくり返したら、先ほど編んだ長編みの頭部分、こちらに針を刺して細編みを1目編みます。3段目最初の細編みの目にはマーカーをつけておきます。そして次は鎖を3目編みます。1、2、3目。鎖を3目編んだら、今編んだ鎖編みの下にある空間の隣、こちらの空間内に針を刺して細編みを編みます。また同じように鎖を3目。1、2、3。鎖を3目編んだら、隣の空間内に針を刺して細編みです。また鎖を3目。1、2、3目。鎖を編んだら、隣の空間内に細編みを編みます。3段目はこれを繰り返して編み進めていきます。端まで3段目を編んできました。最後は細編みを編んで鎖を3目編んだところで終わっています。最後はマーカーのついていた目に細編みをします。まずはマーカーを外して、マーカーのついていた目に細編みです。細編みを編むことができたら3段目の完成です。次の4段目からは糸を変えて編んでいきます。糸を変えない場合はこのまま編み進めてください。糸を変えるので、まずは細編みを一度ほどきます。次の段からはチュチュリボンとリサイクルレース糸のホワイトを使って編み進めていきます。まずはマーカーのついていた目に細編みを途中まで編みます。マーカーのついていた目に針を刺し、糸を引き抜き、こちらで糸を休めて、新しい糸を持ってきます。新しい糸を左手にセットしたら、新しい糸で糸を引き抜いて、3段目を完成させます。フロットンの糸は編みくるむ分だけを残してカットしておきます。次からは4段目です。まずは鎖2目で立ち上がります。1、2目。鎖2目で立ち上がったら編み地を返して、先ほど作った空間内に長編みを4目編み入れていきます。こちらの糸端は編みくるみながら進めていきます。まず針に糸をかけ、空間内に針を刺し、糸端を針の上に乗せて、長編みを編みます。長編みを1つ編むことができました。最初に編んだ鎖2目目にマーカーをつけておきます。続いて鎖を3目編んでいきます。糸を巻きくるみながら長編みを3目編んでいきます。空間内に全部で長編みを4目編むことができました。続いてまた次にある空間内に長編みを4目編み入れていきます。糸端を編みくるみながら長編み1目
長編み2目目、長編み3目目、長編み4目目。このように空間内に長編みを4目ずつ編み入れていきながら編み進めていきます。端まで編み進めてきました。この空間内で長編み4目で編み終わっています。最後はマーカーを外して、マーカーがついていた目に長編みを編んで、4段目の完成です。4段目が完成したら、次は1段目、2段目、3段目と同じ編み方を繰り返して編み進めていきます。次の段からはこちらのフロットンで編み進めたいため、まずは先ほど編んだ長編みを一度外します。長編みの途中まで編み進めて、最後にループ引き抜くところでフロットンに糸を変えて左手にセットし、フロットンでループを引き抜いて4段目を完成させます。次からは鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。先ほど編んだ長編みの頭、ここに針を入れて細編みを1目編みます。細編みが編めたらマーカーをつけておきましょう。次は1段目と同じように細編みを編んだら、次は鎖を5目、1、2、3、4、5。鎖を5目編んだら、長編み4目と長編み4目の間の目、こちらの空間内に針を刺し、細編みを1目。鎖を1、2、3、4、5。5目編んだら、長編み4目と長編み4目の隙間、こちらに細編みを1目編んで編み進めていきます。5段目最後はマーカーのついている目に細編みで完成です。こちらの4段分を繰り返しながら好きな長さになるまで編み進めていきます。チュチュリボンとレース糸は糸処理できる分だけを残してカットします。フロットンの段では編みくるまずに最後に糸処理をします。フロットンの残りが少なくなってきたため、糸換えの方法を説明します。細編みをするタイミングで糸換えをします。まずはいつも通り細編みを途中まで編みます。最後の2ループ引き抜くタイミングで糸を休めて、新しい糸を持ってきて左手にセットします。その後は新しい糸で2ループを引き抜いて、後ろから糸を引っ張って引き締めます。これで糸換えが完了しました。こちらの残りの糸は最後に糸始末をします。このまままた同じように3、4、5目編み進めていきます。ネット編みと長編み部分を合わせて1、2、3、4、5、5段分編み進めてきました。カラーはチュチュリボンの紫、ピンク、紫、ピンク、紫、この順番で編んでいます。本体部分が編み終わったので、糸処理できる分はすべて糸処理をしていきます。最後は鎖を1目編んで、ギュッと引き締めて、引っ張り、糸始末を完成させます。裏側にして糸始末をします。糸始末は同じ色の部分で処理をしていきましょう。ある程度糸を隠すことができたら糸をカットします。フロットンはフロットンの部分で、チュチュリボンはチュチュリボンの部分で糸始末をしていきます。すべての糸処理が完成しました。次は肩紐と前でビスチェを結ぶためのリボンを作っていきます。まずは肩紐を作っていきます。肩紐はフロットンとレース糸を2本取りにして編んでいきます。フロットンだけだと伸縮性があるので、あまり伸びすぎないようにするためにレース糸を引き揃えていきます。糸を長めに残して、左手に糸をセットします。8号針を使って、まずは作り目です。引き抜いて引き締めて作り目を完成させます。次は鎖編みをしながら35センチになるまで編み進めていきます。35センチになるまで鎖編みを編んできました。最後は
鎖を1つ編み、ギュッと縛って、少し長めに残して、糸をカットします。糸をカットできたら、糸を引き抜いて完成です。同じものをもう一つ用意してみてください。次も同じようにフロットンとレース糸を使ってビスチェのフロント部分のリボンを作っていきます。まずはリボンが35センチ欲しいので、35センチの4倍の大きさを測ります。大体で大丈夫です。4倍の大きさを測ったら、そこから左手で糸をセットして作り目を作ります。ギュッと縛ったら下に垂らしてある糸をかぎ針にかけて引き抜きます。同じことを繰り返して紐を作っていきます。下にある糸を引っ掛けて引き抜く、糸を引っ掛けて引き抜く、糸を引っ掛けてから引き抜く。同じことを繰り返して紐が35センチになるまで編み進めていきます。35センチの長さになるまで紐を編み進めてきました。最後は鎖を1目編み、ギュッと引き締めて糸を長めに残してカットします。ループを引き抜いて紐が1本完成しました。リボンの紐は全部で6本用意します。これからビスチェの肩紐の部分をつけていきます。まずは空間を数えていきます。1、2、3、4、5。5個目の部分にマーカーをつけます。こちらも1、2、3、4、5。5個目の部分にマーカーをつけます。そして端から数えて1、2、3。17個目の部分にまたマーカーをつけます。こちらもまた同じように端から数えて1、2、3、4、5、17個目の部分にマーカーをつけておきます。ここからこのようにして肩紐を作る予定です。このように折った時にだいたい同じくらいの位置に肩紐が来ていれば大丈夫です。肩紐は先ほど編んだ鎖編みの紐を用意します。まずは後ろからつけていきます。まずはこちらが表なので表側から空間部分に紐を出します。そしてこのように輪を作ったらこの紐を使って縫い付けていきます。マーカーは外してしまいます。このように空間部分を包み込んだら紐と紐を固定していきます。何度か固定することができたら紐部分に糸を隠していきます。糸を隠すことができたら糸を引っ張りながらカットします。これで1箇所つけることができました。次の箇所をつなげるときは鎖編みのねじれがないように確認して同じように表から糸を通し紐を2つ折りにして編み付けていきます。すべての箇所で同じように編み付けていきます。肩紐をつけることができました。残りはリボンをつけるだけです。今マーカーをつけている6箇所につけます。マーカーをつけている位置は長編みの立ち上がり目の頭の目、こちらにマーカーをつけています。2個目のマーカーは1、2段下がったところの一番下の空間、こちらにマーカーをつけています。そして最後はまた1、2段下がった空間が1、2、3個あるうちのこの小さい空間にマーカーをつけています。
ではリボンをつけていきましょう。まずは立ち上がりの頭の部分に紐を通していきます。頭の部分に針を刺して、マーカーを抜いて、糸を引き出します。糸をすべて引き出すことができたら、位置を調整して、先ほどの紐と同じように糸端部分を折って編み付けていきます。折る部分は裏側に来るようにすると見た目が綺麗になります。2本の糸を取って片方ずつ糸処理をしていきます。紐をこのように折ることができたら根元から縫い付けていきます。ある程度縫うことができたら、紐の部分に糸を入れ込んで糸を隠していきます。ある程度糸を隠すことができたらカットします。反対側の糸端も同じように編み付けていきます。このように糸をつなげることができたら OK です。これを1、2、3、4、5、6、6箇所すべて編み付けていきます。リボンをすべてつけてきました。このように3箇所でリボンを結んで、前側を閉じてビスチを切ることができます。最後にサイズを測ります。縦が 14.5 センチ、横が 39.5 センチでした。横なのですが、フロットンは縮みやすいので今このようになっていますが、着るときは体に合わせて伸びてくれるので、縦の長さもまた変わってくると思います。伸ばした状態だと約19センチくらいになりました。いかがでしたでしょうか？春にぴったりなとても可愛らしいビスチェを編むことができました。編み方もネット編みと長編みを組み合わせて編んでいるだけなので、とても簡単に編むことができると思います。チュチュリボンのモケモケ感とフロットンの光沢感でとても春夏らしいビスチを編むことができました。すべて同じ糸で編んでも、ネット編みの部分の色を変えて編んでも楽しめると思うので、皆さんのお好きなように編んでみてください。ビスチを結ぶときは下から結ぶと絡まなくて結びやすくなります。またもっと長さが欲しければ、ネット編みと長編み部分を追加して編んでいくだけなので、とても簡単にサイズ調整ができます。リボン部分も自分の体に合うように位置を変えてもらっても大丈夫です。皆さんもぜひ編んでみてください。それではここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。メルカリ販売もしていますので、概要欄からよかったら覗いてみてください。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございます。あみあみパフでした。ありがとうございました。